皆さんこんにちは、のらんです。今日は久々のネオブライスリーディングレディルーシーちゃんに来てもらってます。ちょっと寒そうな格好で申し訳ないんですけど、やっぱ可愛いですよね。綺麗ね。ちょっとなかなかね、ネオブライスってやっぱ大きくって、あと私の中ですごい緊張するんですよ。髪の毛も多いですし、ボディっていうかね、お顔も大きいので、なかなかね、ちょっと出しっぱにするのが勇気がいって結果ね結構しまい込んじゃったりもするんですけど、やっぱこうやってね出してあげると、もうルーシーちゃんとかも特にやっぱゴージャス感がすごいなって毎回ね出すたびに思うんですけれども、今日はねそんなわけで久々にルーシーちゃんに登場いただきました。そういえばね前回ご紹介というかね改造したこちらのリカちゃんスタンドのここちょん切ったバージョンですけれども、これねブライスでもね全然普通に立ちますね。もともとリカちゃん用に作ってるからねサイズ的にはもちろん問題ないんですけど、こうやって、ルーシーちゃんブライスみたいにね頭の大きい子でもよいしょ立つことがねできるの。ちょっとカメラ見づらくて申し訳ないんですけど立つことができるのでね、これはもうね私の中でメインスタンドはこれになったなという感じがしますね。もうちょっとこれからこれを多用していきたいなというふうに思います。さて、そんなわけでですね、今日は、ブライス、つまり22センチドールサイズのお洋服を作りたいなと思うんですけれども、なんでね、あえてルーシーちゃんに来てもらったかというと、今日は新しい型紙本を買ったんですよ。で、新刊っていうわけではなくて、なんなら結構前にもう出てた本なんですけど、よいしょ。ハノンさんのですね、ドールソーイングブックアレンジメントということで、一応本来はね、2冊目というかね、ドールソーイングブックがもともとあって、それの2冊目としてこのアレンジバージョンが出てる形になります。でこれね初版が2年前ぐらいかな、でもう2版でこれ出てるんですけれども、こちらですね知ってたんですよ、出てることはね。でなんならハノンさんはTwitter とか、YouTube もやってらっしゃるのでもうすごい拝見させていただいてるんですけれども、なんで今更買ったかというとですね、なんとなくの勝手なイメージなんですが、難しそうだなってずっと思ってたんですよ。いかんせんねおしゃれじゃないですか。この本がまずねおしゃれですよね。この想定がおしゃれですし、もう写真もねおしゃれだし、すごいおしゃれだなと思う反面、いや絶対難しいよなって思ってまして、でこれ前もちょっと愚痴でね言ったんですけど、やっぱねドール服の型紙本って初版で最初発売日直後だと田舎のね本屋でも売ってたりするんですけど、もうそれが売り切れちゃうと、基本もう入ってこないので、中身をね知る機会もなかなかなくて、結果としてねなんかちょっと難しそうだからやめとこうかなって思ってちょっとね買ってなかったんです、ずっと。私のねもちろん腕が全然足りないっていうのもあるんですけれども、でもね先日たまたまそのハノンさんのツイッターを見た時にこの本のことをねちょっとツイートされていて、まさに私がね思ってたことです。ドール服ってちょっと型紙ずれたりちょっと縫いがずれちゃったりするだけでもう全然着せれなかったりうまく組み合わさらなかったりすることが多くて、もうそれでねくじけることが多いんですけれども、ハノンさんのこの型紙はアレンジを前提に作られているので、ちょっとずれちゃったりとか、なんならね自分で襟をつけたいなとか、ここはレースで処理したいなっていうのも割と簡単にできますよっていうことをねご紹介されてて、だったら欲しいなって思ったんです。なので慌ててね楽天ブックスで買ったんです。で中をね見させていただいたんですけど、確かに今見てる感じはいけそうな気がします。で写真でね結構細かく作り方も載ってるので、そういう意味でもね分かりやすい、本だなと思いました。とはいえやっぱね作ってみないと分からないじゃないですか。こういうのはね本当に作りやすいのかどうかっていうのもね、なので作ってみようかなと思います。でね言うてもおしゃれなお洋服も多くていろいろね自分の中で勝手にハードルを上げたくもなるんですけれども、今回はなるべくハードルは低めで設定していきたいと思います。
で今回作るのはブラウスを作りたいと思います。ちょっとねいくつか作りたくて、最終的にはこのルーシーちゃんで、一式揃う形にしたいんですけど、まずはブラウスを作って、それが作れたらこのねパンツにするか、もしくはスカートにするか、エプロンドレスもあって、そっから先何に派生していくかちょっとまだ迷ってるんですけど、一旦長袖ブラウスをね作ろうかなというふうに思ってます。で、ただの長袖ブラウスだと別にハノンさんの型紙じゃなくても良くなっちゃうんですけど、今回そのハノンさんの型紙の説明にあったのはラフル襟ってやつですね。要は襟の部分がこういう丸襟とかレース襟ではなくて、こうなんて言うんだろう、あれひらひらひらと輪っかになっている襟をラフル襟って、まあ簡単に言うとピエロではないんですけどね、ピエロみたいな感じのこう丸いひらひらひらっていう襟がついてるやつですけど、ちょっとねそういうブラウスにチャレンジしてみようかなというふうに思ってます。まあね、袖付けがあるというところですでにブラウスは私の中で難易度が高いんですけれども、今回はもう完全にハノンさんの型紙に忠実にやっていきたいなというふうに思います。ということで本日はハノンさんのドールソーイングブックのブラウスを作っていきたいと思います。はい、こちらブラウス完成しました。今回ねリーディングレディルーシーちゃんに着てもらってます。今回のブラウスはまずお胸の部分に左右2本ずつのピンタックを入れて、襟はこんな感じのワッフル襟っていうねちょっと新しい襟付けにチャレンジしました。でさらに裾の部分にもねフリルをつけてます。袖の部分はねもうシンプルに普通にまっすぐな形の、お袖になってます。で裏はこんな感じでねマジックテープで留めるスタイルに今回しています。どうでしょうかね。ちょっとねいつもだったら白のねローンとか無地の、ローンを使ってブラウスを作ることが基本私多いんですけれども、まあ春ですしあえてちょっと柄物にチャレンジしたいなと思って、今回はリバティの棚ローンを使ってブラウスをね作りました。というのも、今回その襟がねワッフル襟っていうのと、裾にもフリルをつけたかったのと、ここもねピンタックが入ることもあって、薄手でないとちょっと難しいかなっていうのもあったので、ローンを使いたかったんですよ。でせっかく使うならリバティとかでねちょっとおしゃれに行きたいなと思って、正直本当は私リバティのね薄いローン生地で袖をつけるのがもう本当苦手で何回か失敗したので、いや正直やりたくなかったんですけど、でもちょっとねせっかくなのでチャレンジしたかったのでこれでやってみました。結構ね新しいなんかジャンルが開けたかなって感じですね。すごくおしゃれなんですけれども、こうやってねあえてジーパンとかとね合わせることでなんかちょっと昭和レトロな感じもしつつね、こうとはいえなんかガーリーさもあって、まさにこうね春ちょっとお出かけするファッションとしてはおしゃれな感じに仕上がったんじゃないかなというふうに思います。サイズももちろんですけれどもねネオブライスにちょうどいいサイズということでしたので、ぴったりサイズ感もね、いい感じに仕上がることができました。いいですね。ルーシーちゃんっていうとどうしてもちょっとゴージャス感のあるね、元々のデフォのアニバーサリーのお洋服がドレスだったのもあって、どちらかといえばすごいドレッシーなイメージの強い子なんですけれども、こういうちょっとカジュアルめな感じってね意外だけどすごい似合うなという感じがしました。またこういう花柄のブラウスってね似合う似合わないってもうリアルの人間でもあるんですけれども、やっぱルーシーちゃんぐらいお顔がね綺麗でゴージャスだともう全然負けませんよね。こういうブラウスでもすごくおしゃれに着こなしてくれるなという感じがします。でね、あとねこのワッフル襟なんですけど、今回初めてね私つけてみたんですがすごくねつけやす
すかったです。普通のいわゆる丸襟とかって今までで一番私つけたことがあるんですけど、当たり前ですけどあれってこう真ん中にちゃんと合わせないといけないのと、この首の一番上のとこから綺麗にこうピシッとねギュッギュッと出るためにはちょっとこうなんて言うんだろう、襟と襟がね重なってないとうまく最後縫った時に綺麗に三角が出ないんですよ。なんですけどこうやって重ねると当たり前ですけどその分布が分厚くなるので結構ここ縫う時ねしんどくてガツンガツンってなるんですよね。もうなんで妥協して気持ち隙間開けるか、まあ場合によってはね襟の布を全部くっつけちゃうっていう方法も一応あるんですけど、このねワッフル襟はねそのセンターを合わせなきゃとかもそこまでデリケートにしなくてよかったので割とやりやすかったですね。普通にこういうねフリルのスカートとか裾を作る時ともう完全同じ要領でできたのですごく良かったです。ただやっぱねローンでね作業する時はアイロンでちゃんとこうフリルを押さえたりとか、そのアイロンを割とこまめにちゃんと入れるのが作業をする上ではすごい大事かなというふうに思いました。袖付けはねやっぱ大変でしたね。一応綺麗にどうです？一応綺麗にね特によれとかシワもなくいったんですけど結構大変でした。もうやっぱ私はね特にこういうシワが寄っちゃうような布で袖をつけたい時は手縫いでがっつりちゃんと縫い収めてからミシンをやらないともう絶対無理だなという感じがしましたけど、なんとかねうまくいってよかったなというふうに思います。いやいいですね。こういうちょっと春色のねお洋服を作り出すともうほんとまさに春がやってきたなという感じがいたします。ちょっとね今日は実はリアルタイムはお外雨なんですけれども、こういうのでね晴れた日にお外撮影とかしたらまた楽しいだろうなというふうに思います。今回のねこのハノンさんの、アレンジメントのドールソーイングブックですけれども、本当ね確かにね縫いやすかったし分かりやすかったですね、説明が。で他にもねいろいろ素敵なお洋服いっぱい載ってますので、せっかくね今回上を作ったのでちょっとねズボンかスカートかもねまた次回かそこらに作りたいなというふうに思います。本日はハノンさんのドールソーイングブックアレンジメントを使ってこちらの、ワッフル襟のブラウスを作りました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。